こんにちは、大橋です。ですね、今日は銀座に来てます。で、なぜ銀座かと言いますと、僕が8月ですかね、スーツをオーダーさせていただきまして、でそのオーダーのスーツが出来上がってきたので、今日初めて会いに行きます。めちゃくちゃ楽しみです。じゃあ行ってみましょう。お願いします。こんにちは。お願いします。久しぶりです。お久しぶりです。いや、ついにですね。はい。待ってました。大変お待たせしました。いやでも楽しみで仕方ないです。いやでも僕が見てもこれはなかなか来ていただくのが楽しみなんで。本当ですか。じゃあちょっとご試着してみお願いします。はい。こちらが出来上がりです。来ましたね。いやもう完成見た時からすごいなって思いました。やばいですね。はい、これちょっと。いや僕は生地サンプルしか見てないじゃないですか。そうですね。はい、小さいサイズの。はい。なので服になるとすごいですね。全然やっぱり違いますよね。はい、どうしよう。いやめっちゃいい。着てみてください。はい。お願いします。すいません。まずパンツから、はい、履いていただきました。はい。いや最高ですね。そうですね、はい、僕も狙い通り作れたかなと思います。今回あえての、ワンプリーツ。はい、そうですね。で、すっきりさせながらも、ちょっとその裾に向かってストレートシルエット。そうですね。仕上げます。いやこれがこの生地にはまってますよね。そうですね。やっぱりこれだけしっかりした生地だと、このストーンとまっすぐ落ちるシルエットがよく出るかなと思います。でちょっと太くしてもらったんですよね。そうです。もともとの型紙から、裾幅はしっかり3センチぐらい出して、シルエットとしてはほとんどもうテーパード効いてないようなストレートの形になってます。最高。横やばくないですか？お尻のところがうまくできたかなと思いますね。やっぱお尻かっこよくなきゃダメですもんね。結構それ最初からね、ようさん言ってましたもんね。いや理想的です。これは良かったです。めっちゃかっこいい。はい、すいません。はい。どうしよう。こんな良くなりますか？結構採寸の時のサイズゲージだと肩周り窮屈だったと思うんで、最終どうなるかなっていうのは僕の中でもやや不安があったんですけど、どうでしょう？バッチリです。バッチリですよね。ちょっとバッチリすぎる気が。すげえな。細かい知識はほとんどないんであれですけど、もうかっこいいしか出ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。あくまでスーツなんで、こう抑揚が出るように、その肩周りサイズはぴったりで、ウエスト周りもちゃんとシェイプさせて、というご要望通りにお作りしました。そうですね。この丈もあれですよね。サンプルより少し長くしたんでしたっけ、短くしたんでしたっけ？長くしてます。長くしたんですよね。なんですけど、そのオーバーサイジングではなくて、あくまでその身長に対しての、ちょうどいいバランスでとってます。体にこうクッとこう入ってくる感じは、うちの職人もとってもこだわって作っているところなんです。これすごいですね。本当綺麗ですね。S 字ですね。パンツのお尻にそのジャケットがかぶって、よりそのなんていうんですか、つながりがすごく綺麗に見えるというか。そうですね。そこは今度は私が採寸でこだわっているところというか、ここのサイズが大きいとパンツとつながらなくなってくるんで、そのお尻周りのゆとり量とこのジャケットの裾が綺麗につながるように寸法を調整して作ってます。
職人ですね。まあでもやっぱりやばうちの職人がいや頑張ってでも作ってくれてるところなんで。いや僕採寸にすごい感動したんですよ。めちゃくちゃ丁寧にやっていただいて、で絶対いいものができるって採寸していただいた時に思ったんで、もうそのまんまです。むしろ服になってそれ以上です。嬉しいですね。いや本当、いや僕もめちゃくちゃ嬉しいです今これ。じゃあ今回のオーダーのおさらい的なところですけど、生地はこのコート&ハーディングっていう、ツイードの生地で作ってます。これ迷ったんですよね。3枚4枚ぐらい他にも候補が上がってきた中で、で僕はどうしても赤を忘れられなくて、セットアップでピシッとはもちろんなんだけど、ジャケット単体であったりとかパンツ単体であったりとかで、割とそのカジュアル普段着として使いやすいな生地をっていうのがベースであったので、あとはコンセプトとして、女性が考える紳士服。そうです。おじさんが考えるです。ややこしいんですけど、そうです。それがあったんで、そんな感じ。そうですね。だから女性らしさも生地には出てるのかなとは個人的には思うんですけど。思います。まあこの特にグレンロイヤルっていうシリーズは、ツイードはツイードなんですけど、まち着として使うことを考えてあるんで、なんかこう硬すぎない。ちょっと薄く光沢もあるような生地なんです。いや最高です。よかったです。本当これにして。今度はデザイン。そうですね。ジャケットダブルっていうのは確か。そうです。ダブルはもう確定でした。確定でしたよね。で前ボタンが4つにするか6つにするか。で今回僕4つにしたんですよね。女性だったらそうするんじゃないかっていう、そのお互い架空の女性像を頭に。そうです。そうです。そうなんか僕自身はその6つボタンのジャケットを見ることはすごく多くて普段。ただ4つボタンっていう選択肢が出てきた時に、そうか女性っぽいのはこっちなのかなみたいなのがちょっと浮かんだっていうのもありつつ。で今度前デザインですね。ダブルなんで襟はもちろんピークドラベル、うちはそのお客様にお作りする時なんかはどっちかというと胸ポケットかバルカポケットっていうちょっと船型になった膨らんだポケットになってたんで、ちょっとカーブを描いてるような形ってことですよね。で今度腰ポケット、スーツでどちらかというとスタンダードなのはこの切りポケット、で蓋がついてるようなポケット、まあ他のメーカーなんか、でもよくあるのはパッチポケットっていう選択肢も今回あったかな。パッチポケットの方がよりカジュアルではありますかね。そうですよね。なので多分僕はそこはあえて外したんですよね。カジュアルにしすぎない方がいいだろうってことで、そこは一回引き算をして、普通にフラップをつけていただくのみでっていう形にしていただいたんですよね。そうです。なんかそのバランスがまた洋さんっぽいなと思いました。これはこれですごくすっきりしてる印象が。そう思います。でボタンか。ボタンですね。うちもよくいただくのは水牛のボタンの方が多いかなと思うんですよ。ツイードだとこういう艶消し仕上げになってるような、こういう色だと4番とか5番とかが多いと思うんですけど、これだとちょっと男性的なんじゃないか。そうなんですよ。そこです。選んだのがナットのボタン。ナットボタンですね。例えば406番とかも馴染みがいいと思いますし、404番とかもちょっとこの、チェックの色にですね、合う色だと思うんですけど、あえての403番、主張といいますか、多分ここのボタンの選びが割と女性らしいなので、なんか結構個人的にはこの服になってみた時にはかなりしっくりきてるなとか、思います。なんか全体を、ポケットにしてもそうですけど、シンプルに仕上げたので、そうですね。このボタンがちょっとだけアクセントになってるのが確かにいいなと思います。初めてにしては結構いいところをついたと思ってるんですけどいやそれはでもやっぱり、その普段の服に対する姿勢じゃないですか。楽しみたいっていうのがやっぱり
一番にあるので、そう考えた時に一緒に考えていただいて泉さんにでかなりずっと報告してたというか楽しい時間でしたね。はい、楽しかったです。で、そっか、それですね。それボタンですね。ダブルだと、数は4つが基本的な仕様になるんで、なんかここはそんなに遊ばずに選んだかなと。さん手が長いんで、ちょっとこう尺が長くても問題ないかなと思って。あとは裏地、裏地、そうだ、裏地も選べるんだ。今回選んでるのは24番。ちょっと何色って表現しづらい色なんですけど、オリーブドラゴンでしょうかね。裏地であんまり主張を作んなかったんですよね。割とだから表のこの生地と似たような色味で、ここはすっきり抑えたんだ。あれ何でしたっけ？グレーベースなものとも迷いませんでしたっけ？どっか確か25番、もうちょっとだけグレーの。そうですね、そうですね、その辺かもしれない。どれもきっと形にしてもはまるというかかっこよかったとは思うんだけど、すっきりさせる意味で多分24にしたのかなとは思うんですけど、どこ一番悩んだかなって思うんですよね。生地をとにかく悩んで、多分そこが一番。そうですよね。いろいろ見せていただいて、生地が決まった後はなんかサクサク構築していけたような気がします。いやー、泉さんのおかげです。とんでもないです。今度はトラザース。パンツ。これもでもあんまりここは悩まなかった気が。そうですね。割と今持ってるパンツとは真逆と言いますか、今まで僕があまり入ってこなかったようなパンツにしたいっていうのは僕の中ではあったので、その時点で2プリーツが消えたんです、ね。そうですね。2プリーツは消えましたね。1プリーツ入れるかもうノープリーツでもいいんじゃないかみたいな話も出ましたけど、やっぱりそのクリースラインが上までつながるのは1プリーツなんで、そうですね。今回は1プリーツ。だからより一層ストレートなシルエットですっきりと、たださっきもお話ししたみたいな形で少し渡りだったりとかでゆとりを出してもらったんで、よりなんか細すぎず太すぎずちょうどいいところに落ち着いたなとは個人的には思ってるんですけど、で今度はこれもコンセプトと同じでちょっとややこしかったのがお尻のポケット。お尻のポケットですね。そう。陽さんよく使うポケットは、よく使うポケットは左です。でこれもセオリー通りだったら、じゃあ左のポケットはボタンをつけないようにして使いやすくしましょう。そうです。っていうところなんですけど、今回は僕は右じゃなくて左をよく使う。だけど普段通りのちょっと煩わしさを入れたような形のポケットのままにしましょうっていう形で左にボタンをつけさせていただいたってことですよね。今回はそういう哲学が入ってます。そうです。僕なりのもうでもちっちゃいこだわりと言いますか、それでお願いしましたね。そうでした。またちょっと機会があれば作らせていただいて、今回サイズがもうほとんど決まったので、あとは例えば着るイメージに合わせてもうちょっと大きくとか、逆にもうちょっと絞ってセクシーに着たいとか、そういうこともできると思います。なるほど。今回も少しいじっていただいたんですけど、そのジャケットパンツのサンプルである形よりも少しずつ修正は加えることはできる。そうですね。やっぱり着ていくうちにもうちょっとここがこうだなっていうことって絶対皆さん出てくると思うんで、今お召しになっているものを修正したりとか、逆に次回のご注文の時にじゃあここはこうしましょうっていう話もどんどんできると思いますんで。どうしよう。シャツ作ろうかな。結構ガチなやつです。すみません。勝手に進めてます。だいたいシャツは1万2、3000円から2万円ぐらい。
結構これも生地によりけりなんですけど、なるほどなるほど。でなんかこの生地だったらこういう黄色のオックスフォードとかいいんじゃないかな、はいはい、コットンっぽいというか、ニュアンスで言うと、そういった生地もあったりしますか？色味が近くて。はい、もっとカジュアルって言ったら、カジュアルって言ったら、生地そうですそうです。だったら、例えば白のシャツって皆さん大体お持ちだと思うんですけど、同じ面でコーデュロイとかの白だったら、やっぱりツイードの素材感によく合うと思いますし、はいはいはい。あ、確かにな。胸が細くて、めっちゃ洒落てるかもしれない。であえてボタンダウンとかじゃなくてドレッシーな襟型で、僕は今ボタンダウンって言おうと思ったんですけど、そこドレッシーにしますの方が楽しいんじゃないかな。はいはいはい。シャツ作ろうかな。どうしよう、ガチでシャツ作ろうかな。なんか納体前提でこういう同色、そうなんですよね。かっこいいですよね。かっこいいかなと思います。そうなってくると気持ち明るい方に振りたいんですよね、中を。こういうちょっとなるほど、アップルグリーンみたいな色のシャツとか、あとやっぱりデニムもそうですね、いいなと思いますね。すごいな、ここで1個じゃなくて2個持ってくるところですよねすごいなって思います。そこは確かにこのくらい振っちゃった方が楽しいかもしれないですね、着てて。そうですね、で単体でどうしてもオールシーズンもしくは3シーズンで考えると、このくらいの生地感の方が使いやすいのかな。広いですね。コーデュロイはやっぱり秋冬の生地なんですよね。あとどんな色があると思います？あとはそうですね、トーマス・メイソンでこういうベージュとか、なるほど、ベージュ、薄い茶色のこういうのも出てますよ。こっちに惹かれるな惹かれますね、この色味は。あんまりやっぱりよそにない色ですね。そうですね。アップルグリーン、いい気がするんだよな。これになんだろう、ちゃんと着てシワが入った時とか、結構表情ついて、結構なんだろうな、まあそのらしさが出るような感じはするんですけどね。なんかこういう色はこのトーマス・メイソンなんかのこういう上品な生地だからこそいいみたいなのがあるかもしれないですね。そうですね、確かに。あとはどう着るかみたいなコーディネートのところですね。そうですね。まあ1枚でももちろんその使えるし、今回の作っていただいたジャケットパンツとの相性はもちろんなんですけど、その別々で考えた時にも使えるようなのがもちろんベストで、そうなってくるとどう思いますか？どの辺でしょう？なんかそうなると、原点回帰じゃないですけど、最初の黄色の、ちょっと粗めのオックスフォード、そうかそうか、そうだな。なんかこの、戻ってきてもいいのかなという気はします。ここは厚みはしっかりあるんで、ありますよね。オールドのブルックスの BD に使われているようなオックスフォード生地だと思っていただいていいかなと思います。遊び心もありつつ、落ち着きと、これ絶対合いますねどう思います？だってこれ見てください、どっちもバッチリですよね。ただ遊んでる、割と遊んでるというか、その遊び心があるのはこっちだと思うんですよ。そう思います。落ち着くのはこっちだと思う。素直に選ぶとこっちかなっていう気がしますね。めっちゃ迷ってます、僕今。どうしましょう。いや、ダメだ。これでオーダーしますこのちょっとトーマス・メイソンのアップルグリーンっぽいこの色味のシャツが着たいです。わかりました。ちょっとお願いしますどこまでガチですか？
ガチのやつです。これガチちょっと待って在庫あるか分かんないですよそれ。はいはい、すいません。結構ガチのやつです。すいません。勝手に進めてます。はい。はい。こちらなんですけど、はい、在庫切れしてしまってるみたいで。マジか。そっか。ちょっと別の提案。はい。赤。はい。か。赤。はい。じゃあ。泉さん結構攻めますよね。いや確かに赤ね。ああ、かっこいいかもしれない。茶色って僕色の中で一番苦手なんですよ。茶色をうまく着れたっていう経験があまりなくて、もう苦手意識が強いんですよね、茶色に対して。そうなので赤で合わせるっていうのも結構いいなとは思うんですけど、1枚で着れますかね。結構これ赤は赤なんですけど、はい、シャンブレーになってて、はい、意外ときつくないというか、どうしようかな。まあシャツはね、1着目なんでオーダーさせていただくのが、はい、なのであとはさっきお話しいただいた形、シャツの形、仕様で少し遊んで、はい、より自分らしさみたいなのを出せたらいいなとは思うんで、黄色だったら生地はありそうですかね。ちょっとそれも調べてみます。はい、お願いします。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。そしたら今日は、はい、ちょっと黄色のシャツをこのまま作らせていただいてもいいですか。ありがとうございます。お願いします。はい。じゃあまず襟型から、はい、決めていきましょう。はい。ちょっと自圧のオックスフォードの生地でやっぱり人気があるのはボタンダウン、ね。はい。僕も一番に浮かびました。アメリカントラットっぽい、形だとこの襟型。はい。泉さんさっき、はい、ボタンダウンじゃなくて割とドレッシーな形でもいいんじゃないかとは言ってたんですけど、はい、そうするとどの辺ですかね。基準で考えられるのは、はい、そのセミワイド。はい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 ですね、あくまでドレッシーに着るシャツだと思って考えると、はい、こういう襟でもいいと思いますし、ジャケットは無視して1枚でも着やすい襟型ってまたちょっと変わってくると思うんですよ。はい、なんかそういう意味でボタンダウンってこうどっちでも着やすいんで人気があるんですよね。はいはい、ただ例えばさっきのセミワイドみたいな形で、はい、他の部分でカジュアルさを足していく、はい、でその一番上のボタンまで留めることがあまりないような形のシャツって言ってるんですかね。はい、開けて着るようなシャツですね。はいはい、そういった形を目指していこうかなっていうのはちょっとあったりして、ドレスすぎずカジュアルすぎず、いいところを取るというよりもそのいい感じに引いていくみたいな形をしたいなとは思うんですけど。あとはもう一つ提案するならレギュラーカラー系。なるほど。で、あんまりこういう極端にこの、間隔が狭いシャツはうちのその背広ともちょっと相性悪いところもあるんで、この辺りとか、この辺りとかなんかは結構自分自身でも作ったことがあって、なるほど、うちの背広にも合いますし、ちょっとこう着崩す時なんかにもあまりドレッシーすぎないというか、ちょうどいいバランスかなと。はい、これ襟って芯が入ってるわけですよね。そうですね。結構この芯の硬さもやっぱり重要で、です大まかに3種類、特にご指定がなかったらこのレギュラー芯っていう硬さにするんですけど、ある程度しっかりした形。そうですね。でちょっとやっぱりこれってそのカジュアルに着るには硬いんで、こういうちゃんとその生地に張りがあるものなんかだと、このソフト芯でもきっちりアイロンプレスすれば
パリッと見せられますし、逆に洗いざらしはいでちょっとその襟だったりこのカフのところがくたっとしたまま着る、これがいいです。そうですよね、はい、芯はこれがいいですね。そしたらじゃあこの芯のニュアンスで考えていった方がいいのかな、襟も。そう思います。はい、洗いざらしが合うような襟って言ったらいいんですかね。なんか全体のそのコーディネートになった時に、あんまり襟が大きくない方がはいぽい感じがするかなと思います。じゃあ襟はレギュラーではい、この芯ではい、お願いします。しましょう。はいお願いします。今度このカフのはいデザイン、はいダブルボタンとかはなんとなく違うんそうですね。だろうなと思って、やっぱりシングルでシングルですね。どちらかなのかなと思いますけど、ちょっとこういうカーブが大きいとか、はいもしくは小さいかはい。ですね。これがズバリサンプル。イメージで言うとそのカーブが大きい方がはい、カジュアルにやるんですか。そこまで実際は差はない差はないんですけど、やっぱりちょっと洒落て見える。ああ、いや多分見慣れてるのがこっち、はいでその着やすさが多分そっちに出てるなと思うんですよね。でそのさっきのチンジの感じと含めてこっちでこっちにはいしましょう。お願いします。あとは胸ポケットをつけるかどうか、はい、僕はありが浮かんでたんですけどどう思いますか。なんかそれも全然ありかなと思います。結構そのドレスのハウトゥーとかで、シャツに胸ポケットはない方がっていうこともよく書いてあるんですけど、なんか私はこのポケットをあえてつけて、ある意味ちょっとダサい、はい、そうですね。そうですね。必要要素ですよね。あんまり決めすぎずに、はい、なんか抜けた感じがあるのもいいんじゃないかなと思ってます。カフのこの形に合わせる方が全体のそのデザインとしては整うんで、この例えば丸型、ベース型は割とどのカフでも相性よくつけられると思います。同じその形で折り返しのついたような、形のものもご用意しています。こっちの方がよりポケットの印象が強くなる。そうですよね。いただいていいと思います。でもっと言うとあとはフラップ付きのポケットも昔のワークシャツとか、アメリカもののシャツとかの、なんかダサいんだけどいいよなみたいなシャツ、そうですねそうですね。ちょっと見られるデザインですね。僕の中でこのフラップの、角のない丸いやつ、もしくはその最初見たフラップなしの丸いやつ、どっちかかなと思っていて。こっちの場合でもやっぱり両ポケットですか。ああそうか。どうしよう。いや確かに両方もかっこいいんだよな。で両方にあると意外とタックインした時のバランスがすごく綺麗に見えたりするじゃないですか。こうやっぱり左右対称に見えるんで、そうですよね。でインしないでアウトした時に着るのもよりいいですし、多分これ2つあって、着て洗って馴染んでいった時がより面白い気がするんですよね。ポケットってそうですよね。新品でちょっとかっちりした時よりも馴染んでいった時の方が楽しいなって思える。フラップ付きにしちゃいましょう。そうですね。フラップ付きで両胸両胸、はいお願いします。わかりました。最後にボタンですね。はい。いろいろ色のご用意もあるんですけど、私は基本的には白系で、クリーニングよく出される方は強度の問題でポリエステルのボタンがおすすめなんですけど、やっぱり全体のその仕上がり見た時には貝ボタンの方がいいかなと思います。クリーニングは出さない方向で自宅で洗ってができるって形にしたいので、あまりそこは貝でも問題ないのかなとは思うんですけど、雰囲気に合うのは高瀬貝の0番、高さのあるボタンだとトゥーマッチな気がするんで、
ああ、なるほどなるほど。ね、ここ多分なんかちょっと外すとっていう違和感が生まれちゃうような気もするんですよね。じゃあこれにします。はい。デザインはおおよそこんなところです。はい、ありがとうございます。じゃあ採寸を続いて、はい、お願いします。はい、だいたい左手って時計つけてますよね、いつも。はい、つけてます。でシャツを着た時に、はい、カフが上にかぶる方がいいか、それとももうここで止まっちゃう方がいいか。僕は止まっちゃう方が好みです。止まっちゃう方がいいですか。はい、意外とこの手のひらに生地が当たるっていうのがあんまり慣れてなくて、ちょっと気持ち悪いんですよね、それが。じゃあそういうふうに、はい、お願いします。ただその袖が縮んで短くなってしまうっていうのが、それだけは避けたいんで。わかりました。はい、ちょっとサンプルのシャツを着てみてください。はい、すいません。ちょっと着てるんであれですけど。バックスタイルの好みってありますか？今これは、何もプリーツだったりダーツが入ってないフラットな状態のデザインなんですけど、お好みで例えばここにプリーツもしくはセンターボックスプリーツみたいなデザインにもできます。どう思いますか？生地と他の仕様を含めて。プリーツがあってもいいような気がします。そうですね。はい、そこですよね。センターじゃなくていいですもんね。なんかそんな気がします。肩、肩甲骨のところに、ここのところですね。はい、それ入れましょう。じゃあプリーツ入り。はい。首回りはさっき測った通り、はい、ヌードで39センチぐらいだったんで、はい、だいたい寸法でいうと40センチぐらいでぴったりになると思います。はい、雪丈の長さは、今このサンプルなんかだと全然足りてないんで、そうですね、だいたいこのボタンを止める前に、止めずにこの辺りの位置に来るぐらいがいいと思うんですよ。ただ洋さんすいません、ちょっと規格外なんで、ビッグサイズのオプションをいただくことになってしまいます。大丈夫です。はい、こう止めた時にここのたまりクッションがね、であった方がいいですか？気持ち欲しいです。気持ち出るぐらいで、わかりました。このボディのサイズはどうですか？今着てもらってるサイズはドレスシャツを作るサイズ感よりだいたい 1.5 サイズぐらい大きいぐらいで今着てもらってます。でもこの辺は好みが結構あると思うんで、違和感ないのかなと思いながら着てたんですけど、今ちょっと2枚中に着てるんで、もうちょっとその1枚で着た時ゆとりは出ると思います。そうですね、確かに。でもカジュアルにちょっと開けてきたりすることを考えて、かつその普段のそのパンツのボリュームとか含めると、全然これぐらいでもいいかなっていう気がします。そうですよね。いや、このくらいにしましょう。わかりました。ちょっと肩幅がやや足りない気がするんで、ちょっとだけ出しておきます。着丈の長さなんですけれど、今この長さで着てもらってどうですか？長くはない気はするんですけど、長くはないですね。短くもないですね。ウエストがだいたいこれぐらいの位置なので、タックインして全然その出てきたりすることはないと思います。いいんじゃないですかね。なんかこのくらいであれば他のパンツとの相性も含めて良さそうだし、あとはね、例えばショーツだったりとかも相性いいだろうなとは思うし、大丈夫かなって思います。じゃあ丈感はこのまま作りましょう。あとこれちょっと着ていただいた方が分かりやすいと思ったんで後でお話しするつもりだったんですけど、この裾のカットの形ですね。今着てもらってるのはうちの基本の形で、ここのカーブが割とクッとしっかり入ってる形なんですよ。
もう一つここのカーブが浅い、浅い、この位置が下に来るようなイメージですね、はい、デザインのものと、あともう一つはスクエアカットというまっすぐ、はい、選んだその仕様で相性どうですかね。まあ、全然いいと思います。問題ないですか。はい、じゃあこの深い仕様で。わかりました、お願いします。この前ボタンの位置、この第2ボタンの位置が基本の位置がこの位置なんですけど、ボタンの位置自体を少し調整できるんです、ね。ああ、なるほど。はい、こうボタン位置を下げると一つ開けた時にしっかりここが開きますし、でもちょっとこのくらいのバランスでいい気がするんですよね。あんまり開きすぎないぐらいの、はい、じゃあボタン位置もそうですね、そんな変えずに。わかりました。はい、お願いします。採寸はこれで以上です。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。いえいえ、今日はシャツの追加のご注文までありがとうございます。いや、でもちょっとね、楽しくてでもともと欲しいっていうのもありましたし。そうですね、はい、なんかそういう相談は前からもらってたんで。そうですね、はい、嬉しいです。これに合うシャツが届くっていうのは。で、全く違うご相談なんですけど。何ですか。銀座あまり着慣れてなくて、はい、でご飯を食べるとしたらどっかおすすめありますか。そうですね、お好みとかは聞かずに、はい、自分の中でここはいいなと思ってるのは、銀座の熊沢っていうお店があるんですけど、そこはお店自体は割烹のお店なんです、でお昼もランチをやってて、焼き魚の定食が美味しくて、以前行った時に、やっぱりこう私なんか割烹とかに行くとちょっと緊張しちゃうんですけど、構えちゃいますね。はい、お魚とこうナスの煮浸しみたいなのが出てた時に、最後お店の板前さんが、それご飯にかけちゃったら美味しいよって言ってくれて、あ、そういう食べ方しちゃってもいいんだっていう、なんか気楽さ。なるほどあるのが。それはいいですね。確かに僕もその銀座ちょっと敷居が高いなっていうイメージがあって、ちょっとそれ聞けたの嬉しいですね。熊沢さんでした。はい。OK です。ちょっと空いてれば寄って帰ります。はい。やっといい情報を聞きました。ありがとうございます。とんでもない。これって着て帰る方っていらっしゃいます？時々いらっしゃいますよ。本当ですか？はい。僕もその時々の中に入ろうかなというか、着て帰っても大丈夫ですか？着て帰っちゃってください。ありがとうございます。はい、じゃあこのまま行きます。はい。はい。すいません、ありがとうございました。出口までお送りします。すいません。いや、めちゃくちゃ楽しかったです。なんか僕ももう注文の時からずっと楽しくて、いろいろそういったお話を、その今までのご経験と、アドバイスいただきながら、で、その自分の色も分かっていただいてるんで、いい機会だったなって思いながらいたんですけど。そうですね、なんか普段いらっしゃるお客様ってご新規の方はやっぱりその場でこうコミュニケーションを取ってお好みを伺ってっていうところなんですけど、楊さんなんかはもちろん前から、どういう服を着てるかとかも知ってますし、なんかそういうところがお店にいらっしゃる方でも顧客さんになっていくってそういうことなんだろうって思います。そうですね。なるほどなるほど。そうかそうか。確かに。すいません。いえ、ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。またお願いします。すいません。失礼します。